のだ。昔の人はフロギストンっていう不思議な物質があるって信じてたんだって。アンと簡単楽団がお送りするズン&メタンの解説コーナー。今回は科学の歌の歌詞から錬金術の秘密と現代の宇宙論のつながりを解説していくわよ。この動画を見れば廃れてしまったアイデアがかつてのライバルの力を借りて最新科学の舞台に舞い戻ってくるのが丸分かりなのだ。絶対最後まで見てほしいずんだ。フロギストン学説は錬金術の最後の輝き。パラキルススが残した地図、たどり探すはフロギストン。不可解な図形読み解き、幻の炎を求める。なんだか呪文みたいな歌詞なのだ。パラケルススとかフロギストンって何のことなのだ。パラケルススは16世紀の有名なお医者さんで錬金術師でもあるわ。当時の錬金術はオカルトじゃなくてれっきとした最新科学だったのよ。錬金術が最新科学？金を作るだけじゃなかったのだ。そう、特に蒸留っていう技術を発展させたの。パラケルススは物質は硫黄、水銀、塩の3つの要素からできていると考えたわ。硫黄の谷に水銀の川、至る乾いた砂漠は塩。フラスコに繰り返す蒸留、魂は虚しく消える。蒸留の時に濃縮される成分が硫黄、液体が水銀、残った固形物が塩に対応しているの。ちなみにお酒のアルコール分のことを英語でスピリット、つまり精神って呼ぶんだけど、あれは錬金術師が蒸留される液体、水銀のことを精神とも呼んだからそう呼ばれるのよ。なんとアルコールも水銀だったのだ。今とはイメージ違うのだ。そして17世紀から18世紀にかけて登場した新しい学説がフロギストンよ。物が燃えたり金属が錆びたりする現象をフロギストンっていう物質が出入りしているからだって説明しようとしたの。硫黄の谷と水銀の川を越え万物に宿る原初の炎フロギストンを解放せしとき、世界は真の姿を表す。これぞ神をも恐れぬ禁忌の錬成人よ。またメタンの中二病妄想が爆発してるのだ。要するに昔の人はいろんな現象を一つの理屈で説明しようと頑張っていたってことなのだ。古本、そういうことよ。フロギストン説は当時の人たちが一生懸命考えた科学の大きな一歩だったの。フロギストンにとどめを刺した天秤と帳簿。測れぬ者は無価値と笑う。天秤と帳簿を掲げる徴税官。徴税官って誰なのだ。税金を取り立てる人が科学に関係あるのだ。ここで言う徴税官は近代科学の父と呼ばれるラボアジェのことよ。彼は本業がお金に関わるお仕事だったから計算や記録にとっても厳格だったの。なるほど、だから帳簿なのだ。当時の錬金術はよく言えば私的、悪く言えば不可解な名前をつけていたのよ。なんだかメタンっぽいネーミングセンスなのだ。でもラボアジェたちは簿記のようにその物質が何なのか分かりやすい名前をつけるルールを作ったの。確かにヴィーナスの結晶って言ってもなんだかわからないけど、硫酸銅って言ったら硫酸と銅がくっついていることがわかるのだ。じゃあ天秤は何なのだ。質量保存の法則よ。化学反応の前後で全体の重さは変わらないというルールのことね。物を燃やした後、重さをしっかり測って計算を合わせることを徹底したの。重さを測るのがそんなに大事だったのだ。とっても大事よ。ラボアジェは物が燃えるのは酸素と結びつくからだと証明したの。天秤を使えばどこに酸素が行ったか追跡できたからね。じゃあフロギストンはどうなったのだ。フロギストンの研究者たちもいろいろ説を立てて問題を解明しようとしたわ。フロギストンが負の質量を持つからだというのはその説の一つ。でも負の質量を持つ物質なら他の物質から遠ざかる積力を持つはずだなんて指摘にちゃんとした回答ができなかったの。錬金術師は土に帰り、消えるろ雲がすはる本。結局新しい世代の科学者たちはフロギストンを見捨てて
ラボアジェの近代科学を学ぶようになったの。復活した積力を支えるのは保存の法則。夢見がちな理論家たちが数式と遊ぶよう宇宙論。ダークエネルギーに押されて宇宙の膨張の加速。フロギストンは消えちゃったけど、後半の歌詞は宇宙の話になっているのだ。そうなの。現代の宇宙論では宇宙がどんどん早く膨張していることが観測で分かっているわ。それを説明するためにダークエネルギーというお互いを遠ざける力、つまり積力を仮定しているの。あれ、それってさっきの。そう、負の質量を持つフロギストンを想定した昔の錬金術師たちの発想と似ているのよ。錬金術の発想が現代の宇宙論でよみがえったのだ。すごいのだ。ふふ、ここからがもっと面白いところよ。かつて錬金術を嘲笑った保存の法則と錬金術師たちが夢見た積力というロマンが現代の宇宙論で一緒になって新たな発見を生み出しているのよ。アインシュタインの研究とかを経て昔の質量保存の法則が進化したものね。天秤と帳簿のルールがあるからこそ見えないダークエネルギーも探求できるのだ。その通りよ。錬金術師たちは非科学的だったと批判されがちだけど、彼らの世界に対する情熱とラボアジェたちの天秤と帳簿が合わさって今の最先端科学があるの。今日のまとめなのだ。フロギストンは錬金術の最後の輝きだったけど、ラボアジェの天秤と帳簿によって近代科学に進化したのだ。そして現代のダークエネルギーの研究には錬金術師たちの情熱と揺るがぬ保存の法則の両方が受け継がれているってことね。最後まで見てくれてありがとうなのだ。面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくなのだ。チャンネル登録という名の契約を交わせば、あなたの内に眠る幻の炎、亀ザメ、宇宙を押し広げる未知のエネルギーを操る力を授けてあげるわ。コメントという名の観測記録も残してよね。次回予告だけど、蛇口から出てくる意外なものに関する歌なのだ。うどんの出汁やみかんジュースかな。四国じゃないのよ。次回の解説も絶対に見てちょうだいね。バイバイ。